おはようございます。センドラです。今日もいい天気です。ただいま気温は0度ですが、今日も頑張って歩いていこうと思います。今回は白尾さんに泊めていただきました。食事も美味しいし、もうお母さんがとにかくあったかくてね、おすすめのゲストハウスです。お母さん一人でやってるんでね、毎日開けるわけでもいかないみたいですが、もしチャンスがあれば一度泊まることをお勧めします。じゃあ今日は羽岬、峠越えでね、羽岬越えてみようと思います。ただいま7時20分です。今回は宿を出てすぐに峠越えになるんですが、前回の獅子食いの時のような失敗をしないように、日の出を待ってからスタートにしてます。峠道の入り口までは住宅街を少し抜けていくんですが、要所要所に案内が設置されているので、しっかり見てれば道に迷うことはないと思います。1巡目の時は国道を歩いていったので、今回ここの峠道初めてなんですが、山頂遍路さんだとか、ブカサさんの動画とかを見て予習済みなので、道に迷うこともなく、峠の入り口に到着です。今日も絶好の歩き遍路日和です。いやー気持ちいいですよね。頑張って山を登っていくことにします。出だしからまあまあの急登を登っていきます。距離はそんなにないし、標高差も90メートルぐらいらしいんですけどね、思ったよりもきつい山道になってます。途中で何回か、舗装路に出るんですが、すぐにまた山道に入っていきます。ちょっと分かりづらい感じもありますが、標識がきちんと設置されているので、道を間違えないように登っていきます。目の前これ登ってくここですね。これが遍路道になります。相変わらず急ですね。まあでも気温が低くて心拍もまだそんなに上がってないので、ホイホイで登っていきます。途中でちょっと開けたところに出ます。この峠景色があんまり良くないんで、この辺りだけなんですよね、景色見れるのは。向こうの方に海が見えます。綺麗です。峠の奥の方に入っていくと日が差し込まなくなるので、朝でも薄暗い雰囲気です。ちょっと怖い感じもありますけど、この季節はヘビだとかイノシシもあんまり出ないんでしょうから、安心して登っていきます。再び、舗装路に出ました。ここで終わりかなと思わせる雰囲気もありますが、すぐにまた山道に入っていきます。もうただこの辺りになると、急な斜道を登っていくところはもうないので、気持ちよく歩いていくことができます。こっちの遍路道は海岸線を歩くのに比べて 1.2 キロぐらい、距離を短縮できるようなんですが、かかる時間はほぼ、一緒ぐらいかなっていう印象です。道も思ったより整備されてて歩きやすいです。整備してくれてる皆様どうもありがとうございます。頂上っていうんですかね、到着しました。峠道は終わったっぽいですね。だいたい時間にして30分弱ぐらいでしょうか。短い峠でしたけど、結構斜度は強くてきつかったですね。ただ結構いろんな方から道が迷いやすいというふうに伺ってて、昨日の白尾のお母さんにも道が分かりづらいっていうお話は聞いてたんですが、この時期草があんまり生えてないので、多分それが原因だと思うんですけど、思ったよりも迷わずに上がってくることができました。山茶さんの動画なんか見てるともうとんでもないところ歩いてるんでね、驚きましたけど、いやなんとかクリアできました。頂上を越えてしばらく歩いたら、あとは国道に向けてひたすら下っていきます。もうホイホイで下れるのかと思ったんですけど、この辺の道が滑りやすいんですよね。結構急なとこ下る上に石も滑りやすくて落ち葉も浮いてて、ちょっと注意が必要です。冬の低山の山歩きってやっぱり気持ちよくて楽しいですよね。朝からいい思いさせてもらいました。はい、国道55号線に戻ってきました。ここからはしばらく国道を歩いていきます。弘法大師霊石です。正確には下陵号弘法大師御霊石っていうんだそうです。なんか海の方に行くと面白そうなものはありそうなので、
次回ここを通った時には、ちょっと寄ってみようと思います。ホテル那覇里の看板が出てきました。ここお遍路さん寄る人多いんじゃないかと思うんですけどね、温泉があるしとっても懐かしいお宿です。ふるさと海岸、これ前回歩いた時は気づきませんでした。なんでしょう、ちょっと見に行ってみましょう。海岸が整備されててのんびりできそうな雰囲気ですね。ここで昼飯なんか食ったら美味しそうです。コンビニ的なお店吉田さんが出てきたらその先を斜め左に入ります。ここの Y 字ですね。もちろんまっすぐ行っても構わないんですが、一応遍路道としてはここを左に入って市街地の方を通っていきます。お遍路シールも少なくなってきているので、ぼーっと歩いてたらまっすぐ行っちゃいそうな道です。この後、遍路道をたどってどんどん進んでいく予定なんですが、実は那覇里の駅を見たことがなかったので、ちょっと寄り道して駅の方に行ってみました。これが那覇里の駅なんですが、結構立派ですよね。駅が津波避難ビルを兼ねているようです。区切り打ちだとここで区切る方も多いんじゃないかと思うんですけど、これだけ立派なら、時間つぶしもできそうです。この先も国道55号線には戻らず、市街地の方を歩いていきます。曲がり角には、お遍路ステッカーが貼ってあるので見逃さないように歩けば道に迷うこともないとは思うんですが、実は私この辺歩いてる時仕事の電話ずっとしながら歩いてたので、結構何回か道間違えてね、この辺で時間をかなりロスってます。岡御殿です。これは1844年に建築されて、土佐藩主が参勤交代だとか、東部の巡視の時に本陣として使っていたんだそうです。御殿の他に、茶の間やおなり門なども復元されてて、藩政末期の雰囲気を伝えているんだそうです。日本酒の美丈夫で有名な浜川商店さんの横を通っていきます。美丈夫といえば1巡目の時に三崎観光ホテルさんで飲んだあのお酒美味しかったですよね。あの時まで美丈夫ってお酒知らなかったんですが、一気にファンになった記憶があります。時間はまだ早いんですが、この先食事する場所がないので、レストラン三崎さんで少し早いランチをいただこうと思います。とても美味しい、定食をいただきました。ごちそうさまでした。昼飯食い終わって今からまた頑張って歩きます。さっきのレストラン三崎さん、Google マップで見た時には営業開始時間が11時からになってたんですよね。であの辺着いたのが10時35分ぐらいで、いろいろ見たらこの先も飯食えるとこないんですよね。どうするかなと思ったんですけど、とりあえず三崎さん行ってみたら入れてくれてね、超ラッキーでした。飯食えましたよ、いいタイミングで。いやラッキーですね。あそこで2、30分捨てるつもりだったんですけど、歩き遍路してるとのんびり歩いてるように見えるけど、実は結構時間に追われてるっていうかね、30分捨てるって結構勇気がいるんですよね。なんでいやほんと助かりました。三崎さんありがとうございます。ここの左の空き地なんですけど、前回通った時は建設会社さんが設置してくれてたお遍路の休憩所があったんですよね。前回は大変お世話になりました。ありがとうございます。はい、安田川橋を渡って、国府峰寺の方に向かいます。安田町並交流館です。これ前回通った時も気になったんですけどね、今回も寄らずにこのままスルーします。ここの分岐を斜め右に行くんですが、これもねやっぱり前回気になったんですけど、何なんでしょうか。古代の遺跡かなんかですかね。気になりますが特に説明文もないようでした。この辺りから市街地を離れて、国府峰の方に入っていきます。ここの交差点にはよさこい秘話の説明が書いてあります。
よさこい節に登場する坊さんかんざし騒動の主人公お馬さんがこの辺りの旅籠で働いてたんだそうです。要は駆け落ちの話みたいなんですけどね、興味のある方はここを通った時にぜひお読みください。この辺りから地味な登りがずーっと続くんですよ。なかなかきついです。国峰島で残り 3.2 キロです。これが長いんですよね。まあまあの登りなんで、心が折れそうになります。真ったてに着く前にエネルギーを完全に消費しちゃってます。いやー、大変な思いをしてやっと真ったての入り口に到着です。土佐で唯一の遍路転がし、真ったてはここから登っていきます。今日は人がほとんどいない上に打ち戻しでまたここに戻ってくるので、この石碑の裏に、ザックを隠して、身軽な状態で真ったてにトライしようと思います。この謎の石がね、前回も気になりましたけど、これ何なんでしょうか。登山道っていうのは通常角度が急になりすぎないようにこうつづら折りみたいな感じになって、高度を上げていくんですが、この真ったては直線に近い状態で一気に上がっていくんですよね。今でこそ車道ができてるんで、この車道を串刺しにしてるような感じなんですが、もともとはこの車道なかったんでしょうからね。車道が出てくるたびにやっとこれで終わりかなんて期待するんですけど、すぐにまた山道始まってね、何回も何回も車道を横切って上がっていきます。さすがにここちょっと開けたところに上がってきた時にはもうやっとこの辺で終わりかなんて思うんですけどね、これがねやっぱり甘いんですよ。しばらく歩いて車道が出てくるとまた向こうに、山道があります。まだ終わらないんですよね。いやーもうね本当にきついんですが、前回登った時にはこんなきつかったかなっていうような印象あったんですけど、今回は特にザックも持ってないんで、なんだったら前回より楽なはずなんですけどね、大変な思いをしました。これより急坂急カーブ、今歩いてきたところの車道も十分急坂急カーブだったのに、こっからが本番だよみたいな看板には言葉を失いますよね。これきっとわざと書いてるんだと思います。国峰の駐車場にやっと着きました。いや大変でした。国峰山は国峰寺の先に神社があって、それをさらに登ると展望公園があるんですよね。そこからの景色が素晴らしいということなので、もし体力があれば行ってみようと思います。27番札所国峰寺です。いやー1巡目の時より疲れました。体力落ちちゃったんでしょうね。長ズに流れる湧き水はこれ国峰の岩清水って呼ばれてて、さまざまな病に効果があるんだそうです。残念ですが飲むのは遠慮して手だけ清めることにします。GoPro を設置した場所がおかしくて自分がほとんど映ってませんでした。この約150段ある階段の左右には立派な日本庭園があります。階段を上るとお大師様のお出迎えです。まずは本堂を参拝します。大師堂は少し離れたところにあります。立派な不動明王の前を通って大師堂に向かいましょう。こっち側から行くと大師堂の裏から入っていくんですが、そこにお大師様の足跡が書かれてるんですが、と思うようなことも書いてあるんですよ。今回それが分かるように近づいて撮影したつもりだったんですが、もっと近づいて撮らないと文字がよく読めないみたいで、爪が甘くて申し訳ありません。それでは大師堂を参拝します。展望公園に行くかどうかちょっと悩んだんですけど、もう疲れちゃったので、下山することにします。農協所でお接待でみかんをいただきました。ありがとうございます。
山門を出ると目の前にバーッと海が広がってます。なかなかない景色ですよね。素晴らしいです。1巡目の時は下山時は車道で降りたんですが、今回はせっかくなので、また真っ立てを降りてみました。案外下りの方がきつくて怖くてね、大変だったけど、なんとか無事下山することができました。石碑の裏に隠してあった私のザックも無事のようです。いやー、ほっとしと安心です。真っ立て終わりました。真っ立て、前は結構楽勝な印象だったんですけど、今回ちょっときつかったですね。2年ぶりだったんで体がなまっちゃったんでしょうか。ただザックを真っ立ての入り口の石碑みたいなところの裏に隠して、ザックなしで真っ立て挑めたんで、その分は前回より楽だったですけどね。膝の調子がだんだん悪くなってきたので、無理をしないでゆっくり降りることにします。今日のお宿は、秋にあるホテル玉井さんお願いしてます。本当は今回もっといろんな泊まったことのない民宿とかゲストハウスいろいろ見てみたかったんだけど、これぐらいの時期になるとそういうところって年末で食事が用意できないとか、そもそも宿やってないとか、そんなんばっかりでね、明日が玉江さんで明後日は道民にしてます。もう疲れてきちゃって遠野浜から電車で秋に行こうかなとも思ったんですけど、電車のタイミングが合わないのでこのまま歩き続けます。河野峰4キロ、もしかしてこっから登ってくのが正式なルートなんでしょうか。はい、遠野浜化石、これよく読むと化石の話というよりお大師様が、懲らしめたっていう話みたいですね。よくあるタイプの逸話です。吉田たこ焼き店さんです。前回も寄りましたね。ここでたこ焼き食べがてらちょっと休憩しましょう。自販機の後ろにベンチもあるので休憩するのにもってこいの場所です。いやー、懐かしいたこ焼きです。吉田たこ焼き屋さん、前回もあそこでたこ焼き食ったんですけど、8個200円っていうとんでもない安さなんですよね。しかもおばさんがすごいいい人で、味は好き嫌いあるかもしれないけど、歩き遍路でああいうのってね、結構心に染みるんですよね。もし通る人いたらね、200円だし、ちょっとおやつに食べてみるのをおすすめします。やっと安芸市に入ります。まだホテルまでは遠そうです。高知まで残り46キロです。頑張って歩きましょう。300メートル先左、道の駅大山、遍路道はあっちの方なのでこの先左に曲がります。ここですね。分岐のところも遍路標識がだんだん、少なくなってきているので見逃さないように注意が必要です。ロッククライミングっていうんでしょうか、なんか練習してますね。こんなとこでもできるんだ。向こうの方には秋の街が見えてきました。日が出てるうちに到着できるでしょうか。いやー、ちょっと難しそうですね。もうすぐ日が落ちちゃうかもです。高知では恋人の聖地として認定されている場所は2カ所あって、一つが室戸岬、もう一つがここの大山岬なんだそうです。恋人の聖地、なんかちょっと雰囲気が地味ですけどね、有名なところなんだと思います。道の駅大山に到着です。なんか人気がないですね。とりあえずちょっとトイレ貸してもらって散策します。なんか変な感じです。中に店がないですね。潰れちゃったのかしらと思ったら、老朽化の改修のために一時閉鎖してるみたいです。残念。遍路道は道の駅を越えたらすぐに、左の細い道に入っていくんですが、どうもそこを1本間違えちゃったみたいで、なんかラブホテルの駐車場に来ちゃいました。いやー、お遍路さんがこんなとこ歩いたらなんかね、非常に恥ずかしくてダッシュで逃げます。こっからが
ちゃんとした遍路道ですね。いやー、人に会わなかったのが不幸中の幸いですが、こっぱずかしい思いをしちゃいました。ここの防波堤の遍路道が綺麗なんですよね。国道55号をずっと行く人も多いと思うんですが、こっちを歩くことを強くお勧めします。素晴らしい景色です。今30キロぐらい歩いてるんですけど、あそこにホテルたまに見えてるんですよ。わかんないかな。ちょっとこの GoPro だとわかんないかもしれないですね。距離的にはあと5キロぐらいなんで、1時間ちょっと。そうすると、5時半は厳しいかな。でもまあ6時にはならないぐらいで着きそうです。いやー、今日も疲れました。結局なんだかんだで35近く歩いちゃうことになりますね。あそこ大浴場あるから早くゆっくり風呂に入りたいですね。いやー、疲れました。でもまあ今日天気も良くてね、こんな感じで本当にいい歩き遍路日和でした。楽しかったですね。夕焼けの中歩いてると切ない気持ちになってきますが、それよりもちょっと足痛くてね、早くホテルに着きたい気持ちでいっぱいです。ずーっとこの遊歩道を歩ければいいんですけど、残念ですが、ここを右に曲がって国道55号に合流します。休憩所が見えてきました。ここが今日最後の休憩になりそうです。ここでゆっくり休んだらホテルを目指してあと一息頑張って歩きましょう。結果としては 33.3 キロ、今日もなんとか歩き切ることができました。本日のお宿はホテル玉井です。1巡目の時も泊まったホテルです。ここに宿泊する歩きお遍路さん多いんじゃないかと思います。ホテル代が比較的安い上に大浴場もあるし、たまにはベッドで寝たいんですよね。遍路道沿いにあるし、しかも今回は安芸市のクーポン3000円もついてるので、もう言うことなしです。とりあえずさっさと風呂に入って、それから洗濯回して、それが終わってから晩飯を食いに行こうと思います。今回のお部屋は1009のシングルルームです。お部屋は至って普通のビジネスホテルっていう感じですね。今日はね、ベッドで寝れそうです。いや、楽しみです。空気清浄機も設置されてました。10階のお部屋からは海が見えます。明日いい景色が見れればいいですね。はい、トイレです。トイレはもちろんウォシュレットです。思ったよりか広いですね。お風呂は多分大浴場を使うと思うので、せいぜい朝シャワー浴びるぐらいだと思いますが、広いに越したことはありません。それでは早速大浴場に行きます。残念なことに女性用の大浴場は故障で使えないんだそうです。これ女性の方はショックですね。大浴場はたまたま誰もいなかったので、ちょっと撮らせてもらいました。広い大浴場です。これだけの広さがあれば少しぐらい混んでもゆっくりお風呂に入れそうです。こういう大きい湯船でゆっくり風呂に入るのは格別ですよね。とっても気持ちよかったです。洗濯は敷地内にあるコインランドリーを使います。3機あるんですが、1機が故障中、1機が使用禁止で、もう1機もね、使ってる人が取りに来なかったりしてなかなか洗濯ができなかったんですよ。本当にね、もう思わずフロントに電話しちゃいました。夕食はクーポン券を使って土地のものが食べれる居酒屋さんに行こうと思ったんですが、閉まってたり満席だったりしてなかなか入れなくて、結局前回と同じ駅前のリスボンさんに行ったんですが、ここもまさにもう閉店しますみたいな感じだったんで、慌てて飯食ったら映像とか写真とか撮るのを忘れてしまいました。申し訳ありません。おはようございます。今日もいい天気です。今年も残すところあと2日頑張って歩きます。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお願いします。それではまた。